こんにちは、ピヨピッコです。本日はこちら、ピヨピッコの新作ボディ、お座りモフ縫いの作り方をご紹介します。型紙の公開を楽しみにしてくれていた方々、ありがとうございます。モフモフの着ぐるみからお顔を出しているようなデザイン。一般的な人型ボディと違って、作るのはお顔と前髪だけ。立体的な髪型作りが難しくて、押し縫い作りを諦めたことがある人にも挑戦しやすいデザインになっています。こちらのボディ、すべて手縫いで作ることができます。ミシンでも作りやすいような構成にしているので、ミシン派の方もぜひ。縫いのサイズは約12センチ。厚みは控えめになっているので、縫いポーチが選びやすく、持ち運びがしやすいサイズ感かと思います。着ぐるみっぽいデザインだから、服の心配をしなくてもいいのも嬉しいポイント。型紙のダウンロードについては概要欄にリンクを記載しています。型紙の他にデザインシートやテンプレートが入っているからぜひご活用ください。今回はこのようなのっぺらぼうのボディを作ります。刺繍のやり方は過去動画などを参考に作ってみてくださいね。お座りモフ縫いを作るにあたっておすすめの材料を紹介します。本体にはふわふわのファー生地がおすすめ。毛足5ミリくらいのファーが一番バランスがいいかなと思います。毛足1センチになるとこのようにボリューミーな仕上がりに。5ミリのボアで作るとこんな感じ。5ミリのファーに比べると少しすっきりした仕上がりです。カラーが豊富で手に入りやすく、ファー生地より作りやすいというメリットもあります。プードルファーを使うのも可愛いかも。お顔や前髪、足の裏にはソフトボアがおすすめです。髪にもソフトボアを使うことで、本体のモフモフ感とのメリハリが出ます。今回は本体にグッズプロさんのうさぎボアを使って制作したいと思います。型紙は A4 で印刷してください。本体の型紙が1枚、お顔用、毛も耳用のテンプレートがそれぞれ1枚ずつあります。ピンク色の型紙がファー生地用のパーツになります。まずは本体の型紙を裁断ラインでカット。この矢印は生地の向きです。毛の流れを確認して矢印の向きに合わせてください。生地の裏側にチャコペンで書き写します。続いて型紙を縫製ラインでカット。型紙を繰り返し使いたい場合は透明のクリアファイルで作っておくと便利ですよ。型紙を中央に置き書き写します。この時合い印も書いておきましょう。書き写せたら裁断ラインでカットします。裁断する前に刺繍をすべて終わらせておいてくださいね。合い印には切れ込みを入れておきます。2枚必要なパーツはこのように左右対称に取ってくださいね。すべてのパーツの裁断が終わりました。顔パーツの作り方は2種類あります。一つは顔パーツにお好きな前髪を重ねる方法。こちらは前髪を刺繍することもできます。もう一つは前髪のベースとお顔を生え際のラインで縫い合わせる方法。こちらは組み立てた後に前髪を貼り付けるので失敗しづらいです。こちらがおすすめなので今回はこちらで作りたいと思います。毛も耳はテンプレートがあります。お好きな形の耳を作ることができますよ。3種類のサンプル型紙があるので今回はクマ耳を使ってみます。外耳、内耳をそれぞれ左右対称に裁断しておきます。まずはお顔、後頭部、
背中のダーツをすべて縫っておきます。手縫いする場合は半返し縫いがおすすめ。今回のぬいぐるみもほぼすべて半返し縫いで縫っています。慣れないうちは一針ずつ確認しながら縫いましょう。ダーツが縫えたら切れ込みを入れて割っておきます。前頭部の2パーツはこのように輪で裁断し、一つのパーツとして作っても OK です。前頭部の上と下をそれぞれ縫い合わせます。前頭部と顔を縫い合わせます。合い印があるので合わせながら縫いましょう。カーブが合わせにくい場合は縫い代部分に切れ込みを入れておくと合わせやすくなりますよ。ぐるりと一周縫い合わせます。獣耳を作ります。内耳と外耳を表が内側になるように重ねて縫い合わせます。生地の端まで縫っておいてくださいね。ひっくり返すと耳が出来上がります。耳をつける位置を確認します。位置が決まったら内側に倒してクリップなどで固定します。縫い代部分で仮縫いします。後頭部を縫い合わせます。返し口まで縫い合わせます。後頭部と前頭部を縫い合わせます。合い印があるのでしっかり合わせておきましょう。首を残してぐるりと縫い合わせます。これで頭部は完成です。仮に綿を詰めてみて耳のバランスを見ておくと安心です。続いてボディを作ります。お腹と腕を縫い合わせます。次は足打ちパーツ。このカーブとお腹のここを縫い合わせます。型紙の星マークの角を合わせるようにしてください。次は背中と足外パーツ。カーブの合い印とダーツを合わせてください。ここも星マークを合わせるようにします。腕パーツと背中を縫い合わせます。
形が複雑になってきましたが、このような形になっていたら正解です。腕の中央で半分に折り返します。体の脇を縫い合わせます。足先、脇、腕を合わせましょう。お尻部分を縫い合わせます。足の内側から股下を合わせて縫い合わせます。お座りの形になってきましたね。足裏を縫い合わせます。左右を間違えないように注意してください。合い印をしっかり合わせます。ぐるりと一周縫い合わせます。頭と体を縫い合わせます。まず中央を合わせてから両端を合わせます。縫うときは体を頭の中に入れておくと縫い合わせやすいですよ。カーブや中で生地が突っ張りそうな部分に切れ込みを入れておきます。縫い糸を切らないように気をつけてくださいね。表にひっくり返します。綿を詰めていきます。ダイソーの粒綿を使っています。1袋で1体を作ることができます。まずは手足から。普段の縫い作りでは硬さを感じるくらい綿をパンパンに詰めてと言っていますよね。このボディではそこまで詰めなくても OK。少し弾力を感じるくらいのふかふか感がちょうどいいです。手足に綿が詰まりました。胴体に軽く綿を詰めます。背中をこの地縫いで縫い閉じていきます。ファー生地なので縫い目が目立たないのもいいですよね。後頭部の返し口まで縫っておきましょう。残りの綿を詰めます。胴体はふかふかしていても構いませんが、頭にはしっかりめに綿を詰めます。お顔にシワが入らないように、特に頬はしっかり形を出しておくのがポイント。綿がしっかり詰めれたことが確認できたら、返し口をすべて縫い閉じます。玉留めをします。
糸の端を中に隠してから糸を切ります。縫い目に入っている毛足は目打ちや針でかき出しておきましょう。前髪を作ります。このように紙で試作してみて理想の形を探してみてください。1枚のパーツで作ってもいいし、もみあげパーツを別に作って重ねたり、紙パーツを何枚か重ねて立体感を表現しても OK。 オールバックのキャラなら前髪の毛束だけをつけるのもありかも。ソフトボア1枚で作ると柔らかすぎるので2枚を貼り合わせて厚みを出します。このようなアイロン接着シートがおすすめです。ない場合は布用ボンドを薄く伸ばして貼り合わせても OK です。程よく厚みが出ましたね。紙の形にカットします。理想的な位置を確認し、待ち針で仮止めします。布用ボンドで貼り付けます。これで完成です。前髪を後から貼るので失敗しづらいのが嬉しいですよね。立体的な髪型を作らなくていいというだけで初心者さんでも挑戦しやすいかと思います。でもお顔の刺繍が難しそうという方もいらっしゃいますよね。実は清原の縫いフェイスワッペン S が使えたりします。刺繍が苦手であればワッペンを使うのもありですね。お腹に刺繍をしてもいいし、パーツやリボンをつけてあげるのも可愛い。ボールチェーンを首にかけて推しキャラのモチーフやミニチャームなどをつけるととっても可愛いんじゃないかなと思います。テディベアのようにリボンを結んであげても可愛いです。尻尾をつけたり爪をつけてあげたり、いろんな表現が楽しめるのでみんなもぜひ作ってみてね。型紙のダウンロードは概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ピヨピッコでした。